アメリカ最古のバイクブランドインディアンモーターサイクル、日本で一番新しくて詳しい情報をお届けしていきます。インディアンモーターサイクルマニア V 型エンジン大好き西尾です。今回は先日発表になりました2025年モデルのインディアンモーターサイクル、大きなトピックいくつかあったんですけれども、その中でも非常に話題が強い新型スカウト60についてご紹介していきます。2024年の夏に発表になりましたインディアンモーターサイクルの新型スカウト、非常にデザイン走りともにねグレードアップしまして、かなり人気がある車両になっているんですが、今回弟分でありますスカウト60が復活、新型出ますよというのも大きなトピックになってます。こちらスカウト60っていう車両なんですが、もともと先代モデル 1133cc のスカウトが発売された2015年から弟分として発売されていた60のフルモデルチェンジバージョンという位置づけになっています。こちらエンジンの排気量がまずちょっとちっちゃくなってますよと。であとは性能的にも6速ミッションのレギュラーモデルから5速ミッションという形で、インディアンモーターサイクルに興味を持った方とか、新しくインディアンモーターサイクルを知っていただく方という間口を広げてくれるエントリーモデルのような位置づけになるかと思います。車体自体はね、新型のスカウト兄貴分と同じなんで、その辺車両を交えてデザイン等はご紹介させていただこうと思うんですが、日本への導入は2025年の春頃から入荷の予定と聞いております。またスカウト60、今回クラシックモデルとボバータイプの2種類が日本導入されるんですけども、カラーリングモデル、このようにスカウト60クラシックはフロストシルバー、ツヤありのシルバーの1色、そしてスカウト60ボバー、こちらブラックメタリックという形で1モデル1カラーずつのみの展開となっています。ではスカウト60クラシックリミテッド、今分かっている車体の内容をご紹介していきます。価格はねまだ出てないんですけども、メーカーさんの話によると、ちょっとこれインディアンモーターサイクルの知名度アップしていくために戦略的な価格をつけますということだったので、兄貴分の新型スカウトよりは当然安くなる。あとはそれがどのぐらい安くなるかっていうところが発表を待たれるところです。こちらスカウト、新型スカウトもそうなんですが、 1133cc のスカウトの時代からシート高が非常に低くって、例えばホンダのレベル250なんかよりも低い。あと車体の重量はヤマハのドラッグスター400とあまり変わらないと。クラスを超えた足つきの良さ、取り回しの良さというのが非常にスカウトの特徴やったんですけども、今回の60も新型スカウトと同様に足つき良好で、車両サイズ、車両重量ともに非常にユーザーフレンドリーなクルーザーに仕上がっているという感じです。こちら現在分かっている装備ですと、ヘッドライト LED のヘッドライトが装備されていて、クルーズコントロール、トラクションコントロール、ライディングモードとこの辺なので、非常にこのクラシックな雰囲気に見せかけて現代のバイクの装備大体入ってると。これは本当にね、価格次第では超ヒットするんじゃないかという予感もしてます。16インチのホイール、エンジン周り、エンジン自体はブラックアウトされた新しい水冷 V のエンジンになっているんですけども、クラシック感を引き立たせるエキゾーストマフラーは 2-in-1 タイプのクローム仕上げ。このホイールデザインと合わせて非常にクラシックな雰囲気演出してくれています。こちらがスカウト60のクラシック、日本への導入はリミテッドというグレードになってます。続いてスカウト60ボバー、こちらはブラックメタリックということで、ツヤありブラックのボディカラー。こちらはね先代モデルのスカウトボバーから引き続き
全身真っ黒、エンジン周りからマフラー周り、全てブラックアウト、ホイールも真っ黒で非常に精悍なイメージの車両に仕上がってます。こちらもねスカウト60ボバーなんですが、先ほどのクラシックと基本シャーシとサイズ同じなので、スタイルの違いで選んでいただくのが一番いいかなと思います。こちら共通のスペックとしまして、新型の水冷 V ツイン、エンジン 999cc、 新型スカウトとは違って5速ミッションになっています。85馬力。新型スカウトもそうなんですが、キーレスエントリーとかライディングモードとか USB の充電器とかカテゴリーごとにオプションで分かれてまして、その辺は兄貴分のスカウトと共通で車体自体をアップグレードさせることもできますので、こちらもね自分好みのスカウト60作っていく楽しさは味わっていただけるかなと思います。今回ご紹介しているスカウト60クラシックとボバーなんですが、車両の入荷は2025年の春までに出荷されると聞いているんですが、新型スカウト、夏にデビューしました新型スカウトを見ていただくことで、こちら60シリーズの例えばサイズ感、大きさなど、またがってどやとか装備どんなんやとか、あとは新型スカウト走らしてどうなんやっていうところは味わっていただけると思いますので、これね非常に注目度高い1台なんで、価格が出てからディーラー行って相談しようやったら多分全然遅いと思います。もう気になっている人はもう早めにディーラー行って今の新型スカウト見てもらって、ちょっとイメージ膨らまして少しでも早くお問い合わせ動き出していただけるといいかなと思います。ではこの後兄貴分の新型スカウト実機を交えてどんなバイクかお伝えしていきたいと思います。では新型スカウト60が待ちきれないぞという方に、こちら新型スカウトボバー 1250cc の兄貴分なんですけど、車体の大きさとか雰囲気一緒なんでイメージ膨らましてもらえるようにスカウトボバー各部ご紹介していきたいと思います。念のためスカウト60シリーズですが、まだ発表になって間なしなんで、実際日本導入がかっちりこれと全く一緒のとこ、これと違うよっていうところがまだちょっとはっきりしてない部分もあるので、ざっくりしたイメージで見ていただければと思います。というわけで新型スカウトこんな感じで、スカウト60のボバーとスカウト60どちらもサイズ感は共通です。シルエットも同じなんですけど、ボバーの場合はハンドル低めにセットされて、あとはね今聞いてる情報だとこのヘッドライトのカバーは60には純正ではつかないと聞いてます。なんでこのスタイルが良かったら1250兄貴分のスカウトボバーか、あとはこれを純正オプションで買ってもらうか、そんな感じになるんちゃうかと思います。先代モデルのスカウトボバー 1133cc のスカウトボバーが非常によくできたデザインやったので、大まかに新型スカウトおよび新型スカウト60のボバーも同じテイストのデザインになってます。新型スカウトシリーズについてはちょっとね深掘りした動画別で撮りますので、今回は60気になって仕方ない人向けにまたがった時のサイズ感とか足つき見ていただこうという感じで早速行ってみます。はい、車体重量は240キロちょっと、むっちゃ軽い、シート高は640ぐらいと、ホンダのレベル250より低い。これ足ベタベタ、両足ベタ付き、膝余裕あるんでめっちゃ楽。これ引き起こし軽い、びっくりした。こんな感じです。信号待ちスタイルだとこんな感じ、もう足べったり膝さらに余裕出るんで何も怖くない。ライディングポジションこんな感じ。私身長165センチなんで参考にしていただけると分かりやすいんですけど、フォワードコントロールとはいえ膝ちょっと余裕あるので意外としんどくない。このフォアコンスカウトボバー先代モデルもそうやったんですけど、ロー&ロングを押し出したデザインになってるので、ライディングポジション必然的にちょっと前傾になるんですけど、
逆にね、このライディングポジションから見えるバイクのタンクからハンドル周りにかけてのこのオーラ、めっちゃ気分上がります。めっちゃ気分上がる。なかなかです。あとはこうまたがって自分に見える風景、ここのタンクのデザインとか、このハンドルヘッドライト付近のこの見える景色がめっちゃアメリカンって感じ、めっちゃアメ車って感じですね。ごつい、マッスル、存在感すごい。これはすごいな。今現時点でスカウト60新型気になってはる人めちゃくちゃ多いと思うんですけど、現物出てから価格が出てからディーラーさんに相談行ったら多分遅いんで、日本の初期導入および継続で入ってくる数結構少ないという噂を聞いているので、気になってる人はね、もうちょっとでも早く1250のスカウトを見に行ってください。1250のスカウトを見てまたがって、できたら試乗してみて、この新型スカウトの奥深さとかっこよさと、その辺味わってもらえたら最高やと思います。インディアンモーターサイクルマニアでは、アメリカ最古のバイクブランドインディアンモーターサイクルの日本で一番新しくて詳しい情報を配信していきます。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。